本日の動画は視聴者様ご提供の計110受信キーボードを直す動画です。今回もエッジ5403からご提供いただきました。毎度ありがとうございます。以前にも3個ご提供いただき、そのうちの1個は里帰りしております。フリマなどでジャンク品の受信キーボードが出品されることがないので、視聴者様からのご提供がなければ修理をすることもないので大変助かっております。今回の故障はクリスタルハテナリフローバツというものです。まずは作動確認です。赤の LED が点滅してバインドスタンバイ状態です。バインドできませんね。ちなみに受信機のアンテナがなくてもバインドは可能です。バインドスイッチも反応しません。何度か繰り返しても状況は同じでした。一応アンテナ線を巻きつけてみましょう。おや、状況が変わりました。赤の LED が点灯です。でもバインドスイッチは無反応になりますね。サーボはニュートラルになります。これはバインドは完了しているけど何らかの異常でコントロール系がダウンしてるということでしょうか。少し基板を温めてみましょう。今回新兵器を投入です。今まではナショナルの1993年製くるくるドライヤーを使ってました。32年間故障もせずに頑張りました。まさか髪の毛をくるくるする目的で生まれたものがヒートガンに転用されるとは思っていなかったでしょう。反省してます。ここが溶けちゃってるし。知らないですよ。特定の場所とかではなく基板全体を温めてます。これはリフローではなくただ温めてるだけです。あらら、今度は完全に沈黙しましたね。赤 LED も点灯しなくなりました。やったね。と思ったらいきなり起動しました。なんともわがままな受信機ボードちゃんでございまするね。これは再教育をしなければダメな受信機ボードになってしまいます。サーボも正常に動きます。この時点で分かったことは赤 LED 点灯時点でバインドはしていたのでクリスタルは正常のようです。温度変化で起動したということは IC のハンダクラックが疑われます。
1時間ほど基板を冷やしてまた起動テストをしてみましょう。1時間ほど放置したので起動テストをします。予想外に起動しました。しつこいな。モーターも回りました。普通ならここで治ったと大喜びしたいところですが、バインドスイッチを押してみるとどうなるか。はい、振り出しに戻りました。一応バインドはされてますが、それ以上は進みませんね。これ以上進展はないので詳しく原因を探りましょう。 CC2500 のハンダに艶がないのはエッジさんがリフローしたためだと思いますが、ハンダのノリを見ると四側面の電極パッドにハンダがついているので CC2500 は問題ない感じがします。矢印の部分が短絡してますが問題ありません。20番の電極パッドにハンダが載っていませんが、調べたらプログラムのためのインターフェース接続用の電極なので今回の故障とは関係ないようですが、一応この部分をハンダ付けしてみましょう。それにしても的が小さいですね。この部分の再ハンダだけをやります。ハンダペーストを塗布します。これで完了です。一応作動テストしましたが状況は変わりませんでした。次にジャイロ IC を見てみましょう。四側面の電極パッドにハンダが載ってません。この状態だと墜落の衝撃で底面のパッドにクラックができるとすぐに接触不良になります。この基板は古めのロットのようですね。最近のものはこの部分のハンダ付けがきれいになっていますから。この部分も電極パッドにハンダが乗るように再ハンダしました。ただしこのハンダ付けは応急処置のようなものなので、完璧に修理したい場合は IC を外して付け直す必要があります。プロレベルの作業になりますね。きれいにハンダ付けできました。これで起動テストをしてみます。今回ハンダ付けしたのは CC2500 の20番電極パッドとジャイロ IC の四側面の電極パッドです。これは応急処置的な修理です。治っても墜落で再発する可能性があります。お、とりあえず青 LED も点灯しましたね。サーボも動きます。ジャイロも作動してます。モーターも起動しました。
一応治ったみたいですね。アンテナもハンダ付けしました。久しぶりに X6 プロポでテストします。バインド問題なし。ジャイロセンサーキャリブレーション問題なし。6軸のオートトリムモードにも入ります。問題ないようなのでテストホバリングをしてみましょう。どうやら治ったようです。ホバリングも安定しています。結構わがままな K110 受信機ボードちゃんでしたが、治ってしまえばホバリングの安定も良いいい子ちゃんのようです。久しぶりに X6 プロポでホバリングしましたが、スティックジンバルがフルベアリングなので細かい舵を入れるのが楽ですね。引っかかりというかプラスチックの軸が擦れるかすかな粘りみたいなのがないのでつるっとしてて操作しやすいです。多機能プロポの設定で苦労するよりも最初はシンプルなプロポを使ってたくさん飛ばす方が上手くなりますよ。代理店様も非敵付き X6 プロポを欲しい方が多くいると思うので、もっと積極的に言ってほしいですよね。日本のプロポメーカー様もこれだけ K110 が普及してるのですから、デフォルトでこの機体のデータをプロポに入れたらどうですか。ユーザー任せにされても困っちゃいますよね。ということで、わがままな壊れ方をした K110 受信機ボードを修理する動画でした。